消費税がなくなったらどうなるの？メリットデメリットを完全網羅。消費税が廃止されるという話はワクワクする反面、国の運営は大丈夫なのという不安もつきまといますよね。もし本当に消費税がなくなったら、私たちの生活や社会には主に以下のような変化が起こると予想されます。1、私たちの生活への直接的な影響。まず目に見えて変わるのは買い物のハードルです。物価の実質的な下落、すべての商品が 10% 軽減、税率は 8% 安くなるため購買意欲が高まります。ただし理屈の上では下がるはずだけど、現実には下がらない、または期待ほど下がらない可能性は十分にあります。消費税がなくなったから 10% 引きですと素直にいかないのにはいくつか現実的な理由があるからです。一便乗値上げによる価格の据え置き。税金がなくなっても企業がこれまでの税込み価格をそのまま新しい税抜き価格本体価格として設定してしまうケースです。理由、原材料費が高騰していたり人件費を上げたかったりする場合、企業はこのタイミングを実質的な値上げのチャンスとして利用する可能性があります。結果、消費者は安くなってないじゃんと感じ、企業の利益だけが増える形になります。二流通コストや原材料の影響。商品の価格は税金だけで決まるわけではありません。もし消費税が廃止されるタイミングで世界的に原油価格や小麦の価格が爆上るしていたら、税金分のマイナスが相殺されてしまい、店頭価格が変わらない、あるいは逆に上がることもあり得ます。3、社会保障カットへの不安買い控え。これが意外と盲点なのですが、物価が下がっても消費が増えない可能性もあります。消費税という巨大な財源がなくなることで、将来の年金や医療はどうなるのという不安が国民に広がると、人々は安くなった分を消費せず将来のために貯蓄に回してしまいます。買い手がいなければ店側もさらに価格を下げざるを得なくなり、経済が冷え込むデフレの悪化リスクもはらんでいます。いい家計の負担軽減。特に所得の低い世帯ほど収入に対する消費の割合が高いため恩恵を大きく受けます。1収入に占める消費の割合の違い。同じ金額のトイレットペーパーを買っても家計全体で見ると割合が変わってしまう理由は、所得によって消費に回すお金と貯金に回すお金の比率が異なるからです。年収200万円の世帯はそのほとんどを食費や家賃などの生活費消費に使い切らなければ生活できません。つまり収入のほぼ 100% に消費税がかかっている状態です。一方で年収2000万円の世帯は生活費に500万円使ったとしても残りの1500万円は貯金や投資に回せます。貯金には消費税がかからないため、収入に対する消費税の負担割合は所得が低い人ほど高くなってしまいます。2、生活必需品の支出は所得に関わらず一定。トイレットペーパー、例、水道光熱費といった生活に欠かせない支出はお金持ちであっても所得の低い人であっても極端に大きな差は出ません。一人が1日に使うトイレットペーパーの量には限界があるからです。これを金額に当てはめると、所得が低い人ほどお給料の中からどうしても支払わなければならない固定の税金分が占めるパーセンテージが大きくなります。これが消費税が貧乏人に厳しいと言われる逆進性の正体です。3、消費税廃止による実質的な手取りの増え方。消費税が廃止された場合、手元に残るお金の影響度を考えると分かりやすくなります。収入の全てを消費に充てている世帯は廃止によって家計の 10% 分がそのまま自由に使えるお金として浮いてきます。これは生活水準を底上げする非常に大きなインパクトになります。一方で収入の多くを貯金している高所得者は消費している一部の金額に対しては恩恵がありますが、資産全体や収入全体から見ればその影響は相対的に限定的なものにとまります。4、恩恵の感じ方の差別論として、トイレットペーパー1個あたりの税率は同じですが、家計全体を円グラフにしたとき、その中に占める消費税の色の濃さが異なります。所得が低いほどその色が濃く、生活を圧迫しているため、消費税がなくなることでその圧迫から解放される度合い、つまり恩恵が最も大きいと判断されるのです。C、企業の事務負担減。複雑なインボイス制度や税額計算の手間がなくなり、中小企業のコスト削減につながります。一方で、別の側面で新たなコストや手間が発生する可能性があります。その主な要因を1からの番号順に説明します。1、システムの回収コスト。これまで消費税の計算 8% や 10% の使い分け、インボイスの判定などに対応させてきたレジシステム、会計ソフト、在庫管理システムなど、全て消費税なしの仕様に作り変える必要があります。プログラムの変更やデータの移行、設定作業には外注費やエンジニアの人件費といった一時的なコストが大きくのしかかります。2、価格改定と表示の張り替え作業。店内の値札、商品カタログ、メニュー表、ウェブサイトの価格表示などを全て書き換える膨大な手間が発生します。特に商品数が多い小売店や飲食店では表示の変更作業そのものに多くの人手と時間が必要となり、その間の人件費や印刷代がコストとして発生します。3、代替となる新税導入への対応。消費税が廃止された場合、国は別の財源法人税の引き上げや新たな直接税などを検討する可能性が高いです。もし新しい税制が導入されれば、企業はその新しい仕組みを理解し、それに合わせた計算方法や申告手順を覚え直さなければなりません。新しいルールへの適用は
事務スタッフの教育コストや学習時間のロスにつながります。4取引先との価格交渉の手間税金がなくなれば税込み価格という概念が消えますが、これまで税込みで契約していた取引先とこれからはいくらで取引するかをゼロから交渉し直す必要があります。単に税金を引くだけで済めば良いですが、この機に値下げを要求されたり、逆に原材料費の高騰分を上乗せされたりと、契約内容の見直しに関する事務的な負担や心理的なコストが発生します。過去の会計データとの整合性消費税があった時期のデータと、亡くなった後のデータを比較して経営分析を行う際、税金の有無を考慮して計算し直さなければならず、経理担当者の分析作業が複雑になるという手間も考えられます。消費税の事務がなくなるメリットは長期的に見れば大きいですが、移行期にはこうした変化に伴うコストが一時的に集中することになります。2、経済全体への影響ポジティブな側面、景気を刺激するカンフル剤としての効果が期待されます。個人消費の拡大、安くなったから買おうという動きが強まり、経済が活性化します。デフレ脱却のきっかけ、消費が回ることで企業の売り上げが伸び、賃金上昇につながる好循環が期待されます。一時質的な購買力の向上消費税がなくなるということは、これまで110円で買っていたものが100円になることを意味します。これは消費者の立場から見れば、手持ちの現金の価値が実質的に約 10% 上がったのと同じ状態です。これまで予算オーバーで諦めていた家電や旅行、趣味への支出に手が届くようになり、社会全体で物やサービスが売れるスピードが加速します。2、企業の売上増と利益の拡大。消費が活発になれば、物を作るメーカーやサービスを提供するお店の売り上げが伸びます。また、消費税の納税義務がなくなることで、これまで税金として国に納めていた分が企業の内部に利益として残りやすくなります。特に、価格競争が激しく利益率の低かった中小企業にとっては、経営体質を強化するための大きな原動力となります。3、賃金上昇への好循環。企業の業績が良くなり、将来の売り上げが安定して見込めるようになると、企業はもっと人手を増やそう優秀な人材を確保するために給料を上げようという動きに出ます。さらに、消費が旺盛で物がよく売れる状況では、企業は強気な価格設定ができるようになり、それがさらなる利益を生んで従業員の給料に還元されるというプラスのサイクルが回り始めます。4、デフレマインドの不思議デフレとは、明日になればもっと安くなるかもしれないから今は買うのをやめておこうと人々が考える心理状態です。消費税廃止という大きな政策が実行されると、世の中にお金が回り始め、景気が良くなるという期待感アナウンスメント効果が生まれます。人々が今お金を使って楽しもうという前向きな心理に変わることで、長年日本を苦しめてきたデフレからの完全脱却を目指すきっかけとなります。ご投資の促進消費が拡大して物が売れるようになれば、企業は新しい工場を建てよう、新しい店舗を出そうと設備投資にも積極的になります。投資が増えることは建設業やシステム開発業など幅広い業界に恩恵をもたらし、国全体の経済規模 GDP を押し上げる大きな要因となります。このように消費税廃止は消費者の財布を温めるところから始まり、最終的に企業の成長と働く人の給料アップという国全体の豊かさにつなげていくシナリオが期待されています。3、直面する大きな課題ネガティブ懸念点。一方で国の財布事情には非常に厳しい現実が突きつけられます。巨額の財源不足。消費税は年間で約22兆円、国の税収の約3割を占める最大の財源です。これが消えると、年金、医療、介護などの社会保障費が即座にピンチに陥ります。他の税金の上昇、足りない分を補うために、所得税や法人税が大幅に増税される可能性があります。国債の発行増加税金で足りない分を借金国債で賄うと、将来世代への負担が増え、円の信用低下、インフレの加速を招くリスクがあります。一社会保障制度の根幹が揺らぐリスク。日本の消費税収約22兆円の使い道は、法律で全て年金、医療、介護、少子化対策といった社会保障費に充てることが決められています。日本は高齢化が進み、これらの費用は毎年増え続けています。最大の財源である消費税が突如なくなると、病院での窓口負担が大幅に上がったり、年金の給付額が削られたりするなど、私たちの命や老後の生活に直結する行政サービスが維持できなくなる恐れがあります。未所得税や法人税へのしわ寄せ、消費税で賄えなくなった22兆円を他の税金で補おうとすると、極端な増税が必要になります。例えば、所得税だけで賄おうとすれば、働く人の税率を現在の約2倍近くに上げなければならないという試算もあります。また、法人税を大幅に上げれば、企業の国際競争力が落ち、会社が海外へ逃げ出したり、日本での投資を控えたりすることで、結果として景気が悪化し、逆に全体の税収が減ってしまうというジレンマに陥る可能性があります。産国債依存による将来世代への付け増税を避けて国際国の借金を発行して穴埋めをする場合、その返済義務は将来の子供や孫の世代に引き継がれます。借金が雪だるま式に増えれば、日本という国の支払い能力に対する世界の信頼が低下します。その結果、日本円を売って他国の通貨に変える動きが強まり、
急激な円安を招くリスクがあります。4悪性インフレ物価高騰の発生国の借金が増えすぎて円の価値が下がると、海外から輸入しているエネルギーや食料品の価格が跳ね上がります。消費税が廃止されて店頭価格が 10% 下がったとしても、円安によって輸入コストが 20% 上がってしまえば、結果として物価は以前より高くなってしまいます。これは景気が良いから物価が上がる良いインフレではなく、通貨の信用が落ちて物価が上がる悪いインフレであり、国民の生活をさらに困窮させる可能性があります。5財政の硬直化と緊急時の対応力低下財源が不足し、借金に頼り切った財政になると、新たな災害やパンデミックが発生した際に、国が機動的にお金を使うことができなくなります。将来の不測の事態に備える貯金や余力がなくなることは、国としての安全保障上の大きな弱点にもつながります。消費税廃止は、現在の生活を楽にする一方で、このような国家運営の持続可能性という重い課題を突きつけることになります。結論として、消費税廃止は目先の買い物は楽になるけれど、将来の安心社会保障をどう守るかという究極のトレードオフを迫られる問題です。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。